そうなんですよ。結構跳ねた後制御かけてくるんだこれも。前回は92の335でしたっけ、あれ335です。335のピンク色で、あれも強烈だったんですが、あそこからなんと RZ34 ニスモでいいんですかね、これは。そうですね、ニスモです。このニスモもここまでガチャガチャにやってる人いないんじゃないですかね。結局ベースが何であろうと、車いろいろやるのが好きな人ってこうなるじゃないですか、結果的には。いじらないって言って大体こうなってますからそうね。僕ももともとはここまではなんかいろいろやろうと思わなかったんですよ。なんか気づいたらね、結局こうなるんですよ。外装ある程度と足、アーム、コンピューター、シート、ある程度やることはやっちゃった感じです。今売ってる部品はほぼほぼついてますよね。かき集めちゃった感じですね。タービンキットとかはあれですけど、インタークーラーも買ってあるし、ここもタービンキットとかになると600とか700ぐらい狙えるんですか。600なんか超えるらしいんですけど、はい結局直噴のインジェクターがないから600いくつとか言ってるけど、そのじゃあインジェクター何使ってんだって話なんですよ。燃料足りないってことですよね。そう、絶対足りてるわけないんで。ここの辺はもうサードパーティー待つしかないそうなんですよ。感じですよね。結局燃料がね足りないとタービンがでかくてもパワー出ないんで。確かに、まずこのニスモって結構なんか違うみたいですね。フロントもバンパー形状もそうですね、なんか割と違うみたいです。カナード形状みたいな感じにここでしたっけ、ここが出て若干ねなってて、はいでサイドスカートもでかくて、リアもバンパーとあとダックテールもちょっとでかいんですよね。ダックテールもでかいな、あと色がこのなんかそう色、そうそうそう、これは標準車もあるんですけど、はいちょっと標準車薄いんですよね、色が。薄いですか。グレーは。この色といえば35ニスモの現行の色で出てきてる限定の色なのかなと思ってましたけど。ただ僕もともとは最初に標準車注文した時ははい白を注文してたんですよ。おー、いいですね、白も。そうでもなんか気づいたらこっちにしてたんですよね。ニスモっていうやっぱりこの代名詞としてはこの色の方がやっぱ似合うんじゃないですかね。まあそうですね、それもあったの、そんなこと思っちゃったのかよくわかんないですけど。でもあとヘッドライトとかは一緒なんですよね、多分ね。そうですね、ライト類は一緒ですね。はいただフェンダーのこのモールがつくんですよ。あ、これですか。そうです、それニスモなんですよね。車外でよくあるモールみたいな感じです。そうですそうです。でこのボンネットも今もう出てるんですね、これ。ほんとこれ海外製です。メーカーどこなんですか、これ。 EPR って多分会社は香港だと思うんですけど、日本のメーカーの形状パクリですよね。まああるあるですよね。Z33 時代からあるあるの。ただでも作りもドライではないんですけど、インフュージョンだと思うんですよ。だから軽いし、まあまあちゃんと硬いし。でももっと安いカーボンボンネットってうねうねだし、そうですね、なんかカーボンの安っぽさあるんですけど、これは全然綺麗ですね。あとはあれじゃないですか、台数が出てないから型がまだ型が綺麗。そう、型が綺麗。絶対それありますね。だって普通こんなチリ合わないですもんね。そうなんですよね。あとフェンダーもなかフェなかンダーも同じメーカーで、いいですね。チリも別に全然問題なかったですね。ここもフェンダー切っちゃえば、そう、切っちゃえばいいんですけど、さすがにまだちょっとそこの勇気っていうか、まああともうちょっとしたら切りたいなとは思ってるんですけどね。でもここも骨もう見えちゃってるんですね。そうなんですよ。フレームが。でここのフェンダーもかっこいいし、ここの下の落とし込みも33のアミューズのエアロに似てますね。結構お高いんですか、これフェンダーだけ。これ僕が買った時20しないぐらいだったんですよ。16とか7ぐらいだったんですけど、今なんか30万超えるんですよね。型が綺麗な時の方が安かった。そうなんですよ。これでも20万以内でゲットできたら絶対つけたいですけどね。と思うんですけどね。形はかっこいいと思います。ここがかっこいい。そう、ここがかっこいいんですよ。切り返しもちゃんとね、肉厚になってるし。そうなんですよね。これネットとかも全部貼ってあったんですよね。あ、いいですね。この辺基本ついてこないですからね。そうなんですよ。いいなこれ。あとはホイールもね、前から AME さん大好き。そうです。僕はこの車が19インチなんですけど、結局サーキット走ろうとして、最終的に050を履こうってなった時に、ずっと19でやってると、050
ゼロ履くときにまた18インチでいろいろやらなきゃいけないじゃないですか。いろいろやり直し。そうすると、最初から18インチでセットしてた方が間違いないんで、そうですね。そうで AME さんのこのホイールは35の390パイの車両でも入るんですよ。なるほど。キャリパー逃げもあるからっていうので選んでるんですね。18インチでこの程度のキャリパーが入るホイールしたらやっぱこれか37か ZE40 とかあの辺になっちゃう。あるのラインナップアドバン GT とかあの辺になっちゃうんで、スポークもねやっぱこの5本スポークで似合いますし、なんせやっぱりこのキャリパーわざわざあけぼのがねニスモ専用で入ってるのに変えちゃうという。いやあけぼのキャリパーがぶっちゃけ使い物にならないんですよ。使い物ならない。つくば3周ぐらいで煙が出るんですよ、パッと変えてっても。そこら辺は微妙なんですね。そうなんですよ。それでブレンボ6スポットに変えて、でこれパッドは 35GTR のパッドなんですよ。そうすると手前というかこの下の方というか、なるほど、ベルに近い側までパッドが伸びるんですよね。ちゃんと当たるんですね。だからこれ3号ローターにしてると、で3号ローターでぴったり使える。ぴったり合うんだ。ああこれいいですね。でサポートがジュラテックさんの使ってるんですけど、ジュラテックさんのサポートってキャリパーが横につくように角度がなってるからかっこいいんですよ。はいはいはい。あかっこいいですね。確かに上とか下に上に行かないんで横なんでかっこいいんですよね。重量バランスもね上よりは絶対下になった方がねいいでしょうしね。なるほど。こういったところのこだわりはね走る人じゃないとなかなか伝わらないですが、あとこれガナドール風ですか。これは風です。これも同じメーカーの Z34 用なんですよ。 RZ34 のミラーを Z34 に流用してる人がいたので、ということは逆ができるなと思ってで Z34 用を買って、穴位置はやっぱり多少はドア側で修正しました。ああドア側でね。そうじゃないと上のと後ろになっちゃうんで、隙間が見えちゃうんですよ、下の方の。ギリギリ見えないぐらいまで下げて、全然目立たないですね、ここまで修正すれば。かっこいい。やっぱりこのガナドール風のミラーは憧れますよ。もともと34のガナドールを探してたんですけど、全然出てこなくて、まあ高いですし裁判ですし。そうなんですよ。だったらガナドールにこだわらないで形が同じだったらいいや。間違いない。全然これで十分です。なんならこっちの方がカーボンですからね。そうなんですよ。であと屋根の黒はもうニスモじゃなくても、これは確かニスモじゃなくても黒だったはずです。この辺は低く見せてって感じなんですね。そうですね。でボディ自体は34のままらしいですよ。でもなんかこのもっとショートデッキ感あったのがだいぶちょっと後ろに長くなりましたね。ちょっと多分伸びてるっぽいですよね。個人的にはこっちの方が丸々してなくて、そうなんですよね。個人的には好きですね。あとこのサイドステップもちょっとニスモになる。そうなんかちょっとでかいらしいです。ここら辺の出づらはね少し長くなってるかなっていう感じですね。でリアもホイールがフロントと通しですか。11のプラ15に20ミリスペーサーなんでマイナス5ですね。結構入るんですね。入りますね。このボディサイズでここまで入ると楽ですね。そうですね。と思うんですよ。僕は入ってると思ってるんですよ。これは入ってます。これは入ってますよね。これは入ってます。さらにこの前後通しで2953518なんでムッチムチですね。やっぱ295ですよね、タイヤは。いやーいいですね。どうですか芝タイヤの R23？200T かな。これは僕は結構好きなんですけど、皆さんおっしゃるように寒い日と雨の日はやばいです。やばい、本当にやばいです。みんなアウトラップ1周目ゆっくり走るのにケツ出てますもん。全然ダメですからね。昨日も僕走行会だったんですけど、雨だったじゃないですか。もう全く動かないです。ブーストかかったら横向きだし雨の日の練習になるかなと思って乗ったんですけど、もう練習どころかまともにも走れないです。なんとかクラッシュせずに帰ってくることが一番大事。本当そんな感じです。でこのホイール自体は円形が作ってるんですね。そうです。これ円形なんですよ。そうなんですね。でこのキャリパー自身は、これは純正ですね。でもリアローターもかなり大きくなりましたね。リアローターって確か350だったのかな。噂によると前後左右独立してブレーキを制御してるみたいな機能がついてるらしいんで。本当ですか。はい、全然知らなかった。でももうフロントキャリパーがね変わっちゃってるんで、どこまでそれが制御できてるのかちょっとわかんないですけど、あと後ろもかなり変わってるんですね、ニスモだと。バンパー違いますね。リアホグがついてるんですよね、真ん中に。ここですね。これのせいで車高を下げるとディーラーに入れなくなるっていう噂なんです。だるい。保安基準がどうのこうのっていう。なるほど。別になくてもいいっちゃいいですもんね。そうなんです。だからもう光らせないようにしないといけないっていう。あとはもうこのリアスポイラーがニスモなんですね、多分。そうです。ちょっとでかいんですよね。横になんか伸びてるというか。相当でかいですね。ここまで伸びて。将来的にはウィングも欲しくなる感じですか、これは。GT ウィングをつけたいんですけど、デザイン的に自分の好みのがなかなかなくて、サンラインレーシングさんのが一番僕の中ではいいなと思ってて。でもなんか他の方にばっかり
今、予算が回っちゃってうんなかなかウイングに到達しない。何が似合うかちょっと微妙ですね。このハッチそうなんですよが狭いので、そうですねどこの面でこう当てていけばいいのか。基本のその両端かセンターかになるじゃないですそうか。ですね。あとマフラーは純正ですか？マフラーはこれ富士壺ですね。あ、藤壺なんですね。そうもともと僕、マフラーって車検対応とかこだわりなかったんんですよ。かっこいいしかっこいい一本出しとかが好きだったんですけど、はいはいはい富士壺は車検対応だったら一番いいのかなっていう。ああ、音も音量もって感じですね。でも肉薄でかっこいいですね。これねそうでまあちょっと一瞬アイドリングだけ聞いていいですか？あ、どうぞ。ああ、結構ですね。そう音圧はかなりありますね。そうですね。これで車検対応なんですね。走りすぎて焼けてる説もありますけど。ワイパイプから富士壺ですね。はいはいはい。テールとかは特にニスモとかでもなく、あ、元から。ニスモと標準車って違いがあるんですよ。あ、違うんですか？標準車はここがバックホグなんですよ。この一番下あが。あ、はいはい、ここの。そう、はいでこれはバックなんですよ。あ、ちょっと違うんですね。そうあ、そっか、ここにバックフォグが来てるから。そうですそうですそうですあ、じゃあこれ外しちゃうとバックフォグなくなっちゃうってことですね。いろいろ変えてるは変えてるんだ。そうでもこれはたまたま友達の標準車が横に並んだ時に、はい、後ろでダベってて気づいたんです。あれっつってそうちょっと違くねみたいな。そう、あれなんかテール違うじゃんっつって。あとトランクどうですか？これちょっと開けられますか？トランクぶっちゃけぶっちゃけ狭いです。ぶっちゃけ狭い。あー、まあこの辺はもう Z33 時代からとあまり変わらないかな。ただ33と違ってここがないんでまだ確かに奥になってるんですね。そうまだいいですけど、でもトランク2人分入んないですよ。ここにスーツケース1個がギリギリかな。そうなんですよ。ここからも見える RMS。なかなかこのニスモのシート変えてる人もまだ少ないんじゃないでしょうか。ニスモのシートやっぱり、はいポジションが僕高すぎて、もうこの位置でね慣れてると何そうなんですよ乗ってもどこを座ってんだぐらい高いですもんね。そうなんですよ。やっぱローポジの車しか乗ってないんで逆に不安になる。そうじゃあちょっと車内いいですかこれ。はい。なんか車内も割とメーターがニスモになってたりとか。そうメーターが赤いんですよね、ニスモって。あ、本当だ。かっこいい。あとはハンドルもアンダー鈴木のカーボン。めっちゃ軽いですよそれ。これめっちゃ軽いですか？めっちゃ軽いですよ。多分この芯までカーボンなんですかね、もしかして。そうですそうです。これもお高いやつですし、あと内装とかどうですか？坊主とかついてますが。オーディオって僕ぶっちゃけよくわかんないんで、ちゃんと音の出る車ってあんま乗ってないんでただでも何も感じないから多分十分なんでしょうね。いいんだと思います。はいはい。完全に超ローポジにしてますね。前ここまで下げてる人あんまいないですよ。本当にローポジが好きなんですね。ちょっと座っていいですか？どうぞ。あ、でもここまで下げてもこんなぐらいなんだ。でも背高いからですよ多分。ですかね、そこまでうわもう低すぎて見えないって感じではない。ノーズの先端全く見えないですよね。それはもう全く見えないです。一般の感覚がちょっと狂っちゃってるかもしれないです、ね、そう普通の人だと多分乗れないよって言うけどそういう車乗ってる人は多分別にそんなに気にならない、まあ気にならないですね。であとこのナビとかもいろいろと標準なんでこの辺もいろいろ触れそうですけども。そうでもね結局あんまり触らずですか？オッドキャストでしたっけ？あれつけてるだけです。じゃあそれでいろいろ YouTube とか。ただ僕これ納車された時に納車説明全くしてくれなかったんで使い方が分かんないんですよいまだに。まだ分からない。そういまだにオートクルーズの使い方も知らないんですよせっかくこれ移設してあるのにね。そうこういったものももうこれ今出てるんですね。はワークスベルでワークスベルで出てるんですか？出てるんですよね。楽だ。じゃあこのパドルもワークスベルに。いやパドルは純正を使うんですよ。これ純正なんですね。そう結構悪くないんじゃないですか？カチカチも。でもねやっぱりなんかワンテンポくれるというか、ちょっとクリック感がプラスチック感あるのかそうなんですよ。ちょっと気になるぐらい。だからちょっとねここはジュアテックさんでパドルを出してるんで、それとワークスベルを組み合わせてやるとマグネットスイッチのやつになるんで、それにしたいなと思ってるんですよね。いやいいですね。あとこのハンドルがねめちゃくちゃいい。これめちゃめちゃいいんですよ。思ったより握ったところがすげえ握りやすくてびっくりしましたこれ。めっちゃ高かったんですけどこれね握らないと分かんないと思うんですけどねすごいいい。パドルとちょうど合うんですよ、位置が。ちょうどいいですね。はいはいはい。なるほど。まあでも横の範囲とか結構広いですね。そうですね。窮屈感はあんまりないですし、横幅も1900ぐらいあると思うんでそんなに狭くはないでしょうけど。あとシフトがニスモは一応最初は AT しかない設定だったんですね。後から追加されちゃいましたけど台数まで追加されてるのびっくりしました。本当ですよ。台数が追加されれば普通に注文できるようになるまでもう意味が分かんないですよ。最初の買った人バカ見たみたいなね感じになるんで。本当そうです。なんかちょっとそこの辺がどうにかした方がいいなと思いますし、客離れ起こすよみたいな工賃なしで部品代できるミッション乗せ替えますよって言われてるともうやってほしい。
であとこの辺はまあ伝統の3連がついて、そうですね。で Z って、はい今回のやつ油圧以外全部出るんで、油圧だけ分かればもうあとはデフオイルも分かるし、ミ本当だッションも分かもうるし、出てるんですね、すごい。何も追加メーターいらないよっていう感じ本です当いらないです。これメーターもなんかいろいろ出せるんですか？これ空気圧も出るし。 G のなんかね出たりと G セか、そうンサーも出ますしねただ空気圧のやつは僕ホイール変えちゃってるから、ああもうそっかそっか出ないんですね。でなんかディーラーで行くとこれがその空気圧のやつなんですけど、はいはいはいマークなんですけど、これ消せるんですよね。あそうなんで空気圧の設定がないようにできるんで。なるほどなるほど。あとここにレブマッチもついてるんですね。そうレブもコンピューターやってると若干レスポンスいいんですか？いいんだろうとは思うんですよね。なんか最近のコンピューターって電スロだからなんかハイスロの設定ができるじゃないですか。あーそうですね一応なんか 10% っていうのでやってもらってるんですけど、なんかよくわかんないんですよね最近のって。でもあんまり気にならないですね。そう、ただ戻りがなんかちょっと悪くないですか？悪いめちゃくちゃ悪い。そうここまでやった時の最後の戻りが遅いですよね。これが乗っててもそれが出るんであーボンって踏んだ時になんか行き過ぎちゃうんですよね。なるほどなるほどなるほど。いや気になるな。そう多分すごいオーナー目線になるとすげえ気になるんだろうな。そうなんですよ。ちょっと乗りづらいんですよねそこが。なるほど。まあでも Z33 も乗られてるからこそどっちの良さもあって楽しそうですね。そうですね。ーそうだから33も乗ってるから余計34のいいとこも分かるし逆にかったるさも出るし。そうじゃあ最後エンジンいいですかこれ。 Z やっぱ面白いですね。コスパもいいし、そうですね。まあまあニスモになると若干1000万近くまでするんで、そうまあそうですね。さあなんかちょっと汚いですけど、変わってるとしたらここがちょっとカーボンの板ここがカーボンになってるのと、もうターバーとかも純正でついてくるんですね。そうなんですよ。400R とも一緒のエンジンだし、どうなんでしょう、標準車とエンジン自体は一緒なんですか？一緒らしいんですよね。なんかあー最初の頃はニスモだけタービンがどうだとかなんかいう噂はあったんですけど、実際違うなんか違ってないんじゃないかっていう。ミッションのプレートは増えてるんですねこれは。増えててストロークが短くなってて、うんでシフトスピードが速くなってるっていう話なんですよね。まあまあそこら辺は標準車じゃもう後からなかなかできないメニューなんでと思うんですよね。そこら辺はいいですよね、うんあとは405馬力から420馬力になそうですってトルクも52キロぐらい、うん普通に乗ってる人だったら十分じゃないですか。と思いますよ。はいサーキットと行きたいとか、あと自分なりにいろいろやりたいってなった時にはいろいろやるべき場所はあるかもしれないですけどね、うんじゃあちょっとぜひはいニスもプラス ECU までやってある車なんで、ぜひ皆さん見ていただきましょう。はい。はい、お願いします。これ膝に当たるんですね若干。背高いから。これまずいな。まあでも引いてればね全然大丈夫なんですけど。そうですね。アームも結構変えてるんですもんね。アームはショートナックルとアッパーアームをみんながよくやる V36 セダンの短いアームをはいピロに打ち替えて、なおかつさらにショートにしてショートにしないとアライメントも取れないんですか？いやキャンバーがつかないんです。キャンバーがつかない。売ってるクスコとかのアームも調整式じゃないんですよ。あ、そうなんですね。そうそうなんだ。それちょっと面倒ですよ。だから4度とかつけようと思うとこのやり方をしないと。もう強制的にこれになっちゃう。そうなんですよ。意外に足そんなバカ型でもないですね。これ。うん、そうでもないですよね。あと言ってることが分かりました。いろんなところが動くよっていう。なんかこの手でもフロント結構いろんなところ動いてますねこれ。ですよね。はい。レートの割に。そう。ハンドルを切るとなんかアームがすごい動きするんですよこれ。アームと会話してる感じします。そうここの時。なんか何歳だトラクションロットみたいななんかそんなのがなんかいいテンションロットになるのかな。うんなんか変な大きなブッシュがついてて。さすがにトルクはありますね。そうですね。一応ね測ると70ぐらい出てたんでトルクは。楽だな。楽にトルクが出てくるし。でもまあシフト確かに純正よりは速くなってるっていう気持ちがまあ分かります。そうですね。結構速くなってる。モードを変えるともう少し良くなります。これ今じゃあ一番上のスポーツプラとかにする。スポーツこれもう一個いきます。じゃあこれがこれがスポーツ普通のスポーツです。まあ普通の人からしたらこれぐらいの方が逆にそうなんですよね。楽かもしれないですね。スポプラにするとスポプラにするとこれです。ちょっと速いですねやっぱり。そう若干ほんと若干。
どんぐらい出るんですかね計測で何キロ出るなら結構トルクありますよこれ。と思うんですよね。楽。前回つくば2000走った時にパッド変えてったんですよ、そしたらもう全然ダメで踏めないんですよね、怖くて止まらないんじゃないかっていう止まらないんだ。そうそれ怖いですね。これは確かに楽しい。ちゃんと純正と違って低重心感出てますね。そうですね、間違いなく。ブレーキもこれは普通にタッチがいい。そうでもねブレーキ多分もうちょっとなんか効かせたいっていうか良くしたいですよね。これ CC380CCRG か。ああ確かに CCRG でこういう感じですよね。タッチはいいですけど僕はそんなめちゃくちゃ遅い。やっぱりここまでやるの楽しいっすよ。もちろん Z もそうなんですよ。ここまでやるとまあやっとスポーツカーだなって感じがする。結局 Z って昔からスポーツカーの形に大衆車のエンジンの組み合わせで、ね、安くスポーツカーを乗れるっていうそういうあれじゃないですか。まあそうですね。早いのがいいんだったら GTR 変えてそう本当そうなんですよ。気持ちいいデートカーでそうっていう名目なんでまあ間違ってはないんですけど、ただねニスモとして出してるんだったらっていうのがやっぱり出てきちゃうんで確かに標準車から300万から400万高いんですよね。そうです。もうほぼ倍近い金額がする中でですけど、これねミッション BM のとかスープラのミッション積んでほしいわこれは。そう本当その感覚だったら最高なんですよ、ね、そしてなんか3から4が遠いのかどっかギア比が遠い気がする、最初に買って普通に乗ってた時にリミッターカットする前、2000回転で急速で巡航してると、リミッター当たるんですよそういうことか。ギアが結構ロングそう急速あるんだったらもうちょっとこの低回転でねクロスにしてもいいんじゃないかなと思うんですよね。本当そうなんですよね。でもこの加速はもう4000からもうこれだけ出てますから。そうなんですよ。ああなるほどね。結構跳ねた後制御かけてくるんだこれもこれでも冷えてる時とか、油断すると本当に制御が入る前に横向くんですよ。ああじゃあもう読み取れない前に今日そんなにめちゃくちゃ寒くもないですしここまで乗ってきていただいたからまだ熱も入ってる、熱というかねゴムがもう柔らかいかもしれないですけど、これサーキット一発目とかねトランクに積んできて履いてよし行こうかってなった時はもうやばいでしょ。やばいと思いますよこれは。でも思ったよりロードノイズも少ないですねあのパターンにしては。そうですね。でも多分国産タイヤ履けばもっとしないんだと思うんですよねもうやっぱり最近 FR から4駆フロントが甘めで、リアが強めの4駆って結構最近流行ってるんですけど、そういう時代なのかもしれないですねここまで来たら馬力が。と思いますよ。だって危ないっすもん。危ないそして確かにこれサーキット行ったらフロントのバネあと4キロから6キロぐらい硬くても全然いいかもしれないですね。なりますよね。リアの方が若干硬めにというかなんかストロークが多いのかな。フロントが今24キロなんですけど、結局やっぱ30キロぐらいになるっていうのは妥当なのかなって感じなんですよね。めちゃめちゃわかりますね。コーナーで倒れていった後のこうバフンとこう段差とか乗り越えるとき30ぐらいでもちょうどいいんじゃないかな。そう本当そんな感じなんですね。つくばの最終とかちょうどいいんじゃないですかね、30ぐらいでやっぱり。でもこの車もどうやってウイングとか空力詰めていくの結構難しいですね。そうですね。元からいいのは重々承知の上であれですけども、だから結局もう一台の炭酸がウイングついちゃってるんで、それと比べちゃうとやっぱウイングなしってありとなし乗ってる乗るとやっぱ圧倒的になしの方が怖いじゃないですか。怖いし130、40で走ってたとしても全然後ろの収まり違いますよ。そうなんですよ。だからそうなるとやっぱこの車、ね、パワーも全然3歳よりもあるんでウイングないとちょっと怖いんですよね。欲しいですね。もうちょっと早ければなミッションが。本当それですよ。いい車なんですよ。もう十分なんですけどなんかミッション残念ですよね。ニスモって言って売るんだったら、ね、ニスモだけ DCT とか、ね、35の DCT をなんかやってトランスタックスとか、ね、してほしかったかなっていう。結構
お金かけてるところが足とか、ね、クーラー類とかもサブラジエーターがついてる、そうですね、まあ、そういったところにお金もかけてるんでしょうけど、そうなんですよね。でもボディ合成は言うことないですね。もう結構硬いですよこれ。そう、国産車っぽくないですよね。なんかちょっとドイツ車っぽい、それこそなんかちょっとスープラみたいな感じですね。逆にマニュアルで楽しくなるのか否か、乗ってた感じの楽しさはマニュアルの方が上だと思うんですけど、はい、実際操作しきれないと思いますよ。マニュアルって速すぎて。まあですよね。6速じゃ物足りないんじゃないかな。そう、このエンジンって多段 AT がすごい合ってるんだと思うんですよね。なるほど。この AT ってあれなんですよね、メルセデスの9速ベースなんですよね。あ、そうなんだ。そう、うわー、なるほどね。なんかそう言われてみたら僕も今乗ってるやつが急速 AT で、はい、多分これとほぼ一緒と思うんですよ。一緒なんで、そう似てる。で日産のパトロールとかああいう、はいはいはい、あれのに使うためにもともとあったやつを改良してるっぽいんで、だからトルクが耐えられるらしいんですよね。そういうことですね。日産の体力的にそういう AT を開発する、まあ今ちょっときつかったからそういう風にやってんじゃないかなとは思うんですけどね。今の日産の体力でやった中ではすごいかなり頑張ってると思うんですよね。そうですね。相当頑張ってると思いますよ。これはあれですね。公道とかワインディングを攻めていったとしたら、はい、リアがバタついた時、やっぱウィング欲しいなってなりますよ。これなります本当に。ドンってなった時の反動がね、やっぱそうなんですよ。大きいですからね、レート高くて。いやでもこれはもう十分だな。トルクも最高だし、これでまあ500馬力ないと言われても十分ですけどね。楽しい FR でそうなんですよ。遊べる。だからトルクがあるから全然ですね。なんか最近、マックスパワーよりトルクの方が大事な気がしてきましたよ。ああだと思いますよやっぱり。そんなところでこれは危ないだろう。そこで止まっちゃったら壊れてんだ。これはかわいそうなところ。怖かっただろうな。でしょうね。いや難しいですねこれ。だからスープラ買うべきかこっちかってなるとどっちがいいかってなかなか選びきれない。そうですね。でもスープラのいいところは、僕唯一スープラいいなと思ったのは BM ベースだから、リミッターが260らしいんですよね。ああそういうことですね。それが最高だなっていう。さすがにこのリミッター日産で187とかそのぐらい効くんできついっすね。遊べないんですよ。マジで遊べないっすね。そう本当に遊べないんですよ。熱とかはどうですか。結構さっき富士でどんぐらいだ、2、30分ぶっ通しで走って、気温が124度、水温95度でずっと変わらずです。おーいいですね。でもそれはなんか噂によるとニスモだからだっていう、サブラジエーターとかついてて、だからじゃないかっていう話なんですよね。まあでもそれぐらいだったら気にならずにね。そうですね、全然平気でした。踏んでいくと音いいな。そう、音意外といいんですよこれ。そう全然前のね V9 とか HQ でしたっけ。そう V9 のはそう音ってドゥルルルルっていう、そうボロボロボロ系じゃないですか。これボロボロしてないですね。そうすごいいい音なんですよ。3号っぽい。そう VR なんですよ。VR だから3号系じゃあ3号系なんですよね。 VR30DDT なんだっけ DDTT とかなんか変ななんですよ。そうだ確かに3号っぽいな音は。さすが V9 エンジン。VR エンジン。この辺のエンジン音が綺麗になった。そうなんですよね。あとステアリングがいいやっぱり。それね、ステアリングすげえいいんですよそれ。このスウェードもすごい気持ちいいんですけど、この持ち加減とこの太さそうがちょうどいいですよねこれ。なんかあってもすぐ逆反当てられそうな感じね。考えられてるんですね。考えられてますね。やっぱあの人すごいなと思いましたよ。すごいOMP とかしか触ってこなかった身からするとやっぱ違いますね、なんかちょっと太くて邪魔だなと思うところがちゃんと細い。そうなんです。でウルトラスウェードなんですけど、ウルトラスウェードって素手にすごい強いんで。あ、そうなんですね。そうだからよくあるスウェードのテカテカにならないんですよね。これいいっすね。あれテカテカになってきたら結構不快ですもんね。そうなんですよ。なんかもう一気に買い替えたくなるじゃないですか。すぐ張り替え買いたくなる。そうそれがないんで。でも Z いいな。これはこれでありですけどね。そう Z ありだと思いますよ。でも本当
いいっていう、FR 楽しめますよね。そうなんですよね。ブリブリできますよ、後ろが。そうなんですよ。ただね、僕ね、33も2台乗ってるし、これも乗ってるけど、はい僕 Z 好きではないんですよ、別に。あ、そうなんですか。たまたまなんですよ。たまたま Z 選んでるだけで。確かにこれはキャンパー欲しい。これリアのベラベラが吸ってるんですか、これは。これはインナー吸ってるんですよ。あ、インナーですか。多分ね、フロントのインナーだと思うんですよね。まあ DCT よりね、故障のリスクは少ないですし、そういったところのメリットもありますし。で、今 DCT ってないっすもんね。ないっすね。もうトルコンがいいっていうか、トルコンでもいいんじゃないかっていう風になってるから、もう BM も全部トルコンになってますし、ね、そうですよね。だからあと今トルコン使ってないとしたらスーパーカー系か、ベンツももうでもベンツも A45S とかはまだ AMG スピードシフトの DCT なんで、慣れちゃうとね、もう全然このミッションでも気にならないと思うんですけど。そうなんですよ、だからスポーツモードにしてればそんなに気にならないんですけどね、ノーマルモードでパドル使うとちょっと、そうですね、常にスポーツプラスにしたいなと思うぐらい。なんかCVT でパドルで一生懸命頑張ってるみたいな、昔あるの18クラウンとかでそうN に入れてボーンってやらないと、そう、あんな感じになっちゃうんで。確かにこれはちょっとマニュアルもちょっとキャラ変わりそうなんで乗ってみたさはありますね。そうですね。ただでもこのパワーでマニュアルってまあ普通の人多分やばいっすよね。いや、やばいっすね。多分操作であたふたしちゃいそうな気はしそうですね。高級車になっちゃいましたよね、ここまで高いともうなかなか若者がデートカーに使えるとかっていう領域じゃなくなってる気がしますが、パワーは十分だしトルクが美味しいっす。そうですね、トルクはいいっすよね。1000万で買う価値あるかって言われたら、まあ、そうそこあるけど難しいっすね。その選択肢いっぱいあるじゃないですか。BM 系も選べるし、そうなんですよ。メルセデスの AMG GT とかも買えますよね。買えるんで、これ難しいっすね。まあ新車で日産が大好き、 Z が大好きって人には持ってこいかもしれないですけど、僕でも冷静に考えたら多分僕ケイマン買います。ケイマン買います。ケイマン買います。